皆さん、こんにちは。木村良平です。デトロイトビカムヒューマン続きをプレイしていきたいと思います。前回が最後ね、カーラが、無事にルーサーが、誰かから聞いた、なんていうの逃がし屋っていうのかな、アンドロイドを助けてくれる人のところにたどり着きまして、そう、アダムと協力してっつうな、カーラの起点のおかげでね、警察の捜査をかいくぐることができて、アメリカを出国しようという流れで終わったんですね。コーナーとマーカスの方も気になりますけれども、次は誰なんでしょうか。ジェリコだ。なんか、だいぶ発展した感じしない？ニュースで俺たちのことが話題になってる。そらそうだ。あんなやり方じゃ甘いのよ。奴隷と交渉するわけないじゃない。暴力も厭わないって示すべきだったのに。暴力じゃ解決できない。交渉ならば人間も耳を傾けるはずだ。サイモンが犠牲になった。サイモンは大義に命を捧げたのよ。死んだことに変わりない。英雄じゃない。革命に命を捧げた第一人者になったのよ。死ぬられた革命なんて望んじゃいない。じゃあ奴隷でいれば、命をかけられないならあんたに自由を得る資格なんてないんじゃないの、それ以上もうやめろ。どうするつもり？どうしましょう。ノース見た目すごい変えてたね。多分カメラに映ったから警戒してるのかな。デトロイト市内にあるサイバーライフの店は5つ。仲間が商品として売られている。これから店を襲って仲間を解放しよう。ほー。店を襲う？そんなことをやったこともないし、それにセキュリティはどうする？5つのチームに分かれ、それぞれセキュリティシステムをハッキングし、午前2時に同時に攻撃を開始する。殺しはなしだ。オッケー。警察が来る前に殺しはなし。店から仲間を解放しよう。今夜俺たちの歴史が始まる。マーカス以外もあんな手軽にハッキングできるのかな。殺しはなしで、まあどっちかのやり方なんだよね。結局傷つけてでもことを成し得るか、理解を得ようとしてね、傷つけない。で、まあ、放送局の時せっかく傷つけずに行ったから、そのルートで行きましょうかね。はい。僕ですね。これ僕、映りいいでしょ？正体は。市民に渦巻く疑問の声。デトロイトでの放送ジャック事件以来誰もが、問題のアンドロイドの正体を知りたがっていると。捜査を進めているけれども警察は詳細について口を閉ざしたままだ。機械は武装しており首謀者とみられるアンドロイドの命令に従っていた頃から組織化されていたとみられる。このアンドロイドがどこから現れたのか。欠陥とはどんなものなのか。まあ気になりますよね。自分の家にもアンドロイドいるだろうしね。ただもうね、アンドロイドにひどい集中してた奴らはこれで怯えればいい。アンドロイド大統領。専門家委員会による最近の研究で大統領を含む複数の感触において人間よりもアンドロイドを投与する方が効果的との結果が報告された。メモリーが多くて高性でプレッシャーにも耐えられる。まあ確かにね。ただ合理的すぎるって可能性はあるよね。世論がアンドロイド政治家というアイデアを受け入れるのは時間の問題だと考えている。まあなんでもかんでもアンドロイドのね、世界だもんね。しかし、じゃあ人間は何するんだって話だよな。はい。あとはもうなんもないかな。あれ？この絵は駅前と同じ絵じゃないですか。同じ人が描いてるのかな。ずっとこの時を待ってたのよ。はい。反乱の時という意味なのか、仲間を助けたいという意味なのか。彼女の場合、反乱したいだけな気もするな。つまり、人間をぶちのめしたいだけっていうね。夜の街ってのもいいもんだ。武闘派の俺たちじゃなかったら怯えるところだけどな。いや、なんかその反応がなんかかえって怪しまれるんじゃ。よし、いなくなったわ。他にも警官がいるだろうな。慎重に行こう。
結構ちゃんと見回ってるね。まあ、それってことはね、安全な街だってことだから。俺なんかはね、海外旅行行って警官がたくさん立ってると安心するけどね。サイバーライフの確かにでっかい広告が。スイッシュ、あの車で逃げません最後。ブーン。おっとこれいいのこれ。ね、これ、ね、これいいのこれ。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。でもそれも今に変わるわ。始めましょう。計画通りだぞ。警報を破壊してエリアを確保する。10分後に攻撃開始だ。ほら行かない。エリアを確保、店に侵入ね。ねえ、人形にしたいんなら人形のままにするべきだったよね。変異体のあれをしたのは、誰なんだろう、カムスキーなのかな。できることを、何これえ、とりあえず近場から行っとく。なるほど。手伝ってもらっていいですか。店のウィンドウはどうするつもり？分かってる、それは後だ。じゃあ次はどうする？悪いね。で、広場がこれか。広場を抑えよう。なんだやたらできることあるな。ごめん、もう一回いい？店に侵入する。店の窓を分析する。エリアを偵察。まあ、いろいろやることがあるな。監視ドローンか。邪魔になるな。ここからじゃ届かない。ドローンを妨害する。不完全な生き物に服従しろだって。それも今日で終わりだ。せや。あのドローンをどうにかしたいんだが、どうにかできます？あれちょっと、待って、なんかできた。ほっ！ルートを再現。ドローンの巡回ルート計算成功。これで見られてない隙に行動を起こせるのかな？壊しちゃう？前みたいに。オッケー？ここ登れるか？遠すぎる。オッケー？ここは？これも遠すぎる。なるほど。最後。なるほど。この足場からなら飛びつけると。こうしようか。あっちか。しかしやることを、とりあえずこの人話しかけようか。どうも。あれ黄色出てるよね。ちょっといいですか？ノース！この人が仕方するんだが。マジで何なの？いけた。さあ起きて。ジェリコに行くんだ。味方を増やしていくよ。あとなんか横断歩道にもなんかあったよね。これなんだ？あれか。双子。やっほー。余計なことしてる時間ないかな？急いだ方がいいのかな？君は？マネキンじゃなくてアンドロイドなの？もうすぐ自由になれる。ごめん。本当に余計なことしてる今俺。もうちょっと待っててな。いい世界にすっからよ。ポージングしてる。かわいい。あそこだけ見て。何これ映ったらまずい？のかな？扉を調べるもやろうか。いや、その前に壊すかなんかすっげえ見られてるし。それからで、
届かないね。じゃあ、戻って、違う、ごめん。どうしたらいいんだ？どこまで戻ればいいんだ？いつまで経ってもこの操作が下手なんだよな。まあ、とりあえず、ここまでは行く。あ、こっちか。間に合わない。うん。他には、直接？だよな、高すぎる。マジでわからん。いけないな、これ。すいません。見ないでもらっていいですか。とりあえずドアを調べよう。先にそっちは、やめて。分析する。ここの警報システムは？警報システムを探す。こういうのかな。家事手伝いアシスタント AX シリーズ。欲しいなぁ。仲良くするからさ。監視カメラ。ネットワークを解読。あったぞ。おう。大元に辿ればいいのか？だな。これを、警報システムを無力化する。正面、もう一回見ていい？ドローンの妨害もでもやらなきゃいけないんだろうな。忙しい。警報システムがどこに繋がってるか見てみよう。こっち、すげえな。こっちか繋がってんのが見れるんだ。双子さん。双子さんちょっと手伝ってもらっていいですか？いいじゃん、おあつらい向きに、パッカーンオープンになってるから。この人たちに、なんか手伝ってもらおうか。こっちか。うい。Hey guys! 今日から君は友達だ。さあ起きて、ジェリコへ行くんだ。起きてか、いいね。で、かがむ。どうすればいい？見てわかる？はい。触るだけでいけます？おしすごい！サイバーパンク系のもう真っ青だね。触るだけでハッキングだぜ。ウィッチドッグ。マーカス見つかる。あ、しまった。どうしましょう。隠れる。隠れてる？それ。隠れてるらしい。やるやん。よかった。やるじゃないマーカス。まあね。おお、褒めてもらった。やっぱあれかな。人間だけだからね、恨んでるのはね。ドローンは。これもう一回調べていい？最初は別に、こうじゃん？それで、ここは届かないし、これもダメで、これもダメだったよね。どういうことなんだろうな。
ちょっとやっぱ無理そうに見えるかな。あとやることは、もう一個ずつなんかあるな。あっちか。なんでこっち戻って、ああ、そっかそっか。こっちから行って、ヌードルズネスト。ああ、お腹空いた。夕飯まだなんです、僕。夕飯食べたいですね。あれあいつまだだったか。起きろ。さあ起きて。はい。で、ああ、この人たちもよう、兄弟。お目覚めの時間だぜ。ああ、ちょっと待って、ごめん。毎回ごめん。本当に毎回ごめん。はい、すいません。ちょうどタイミング悪く無視できない。ちょっとほっとくわけにいかない電話がかかってきちゃって。ごめんなさい。続きいきます。さあ起きて。よーし、仲間が増えていく。だがやりたいのはそれじゃないはずだ。なんだろう。これはなんだ？店に突っ込めそう。店に突っ込む？あれセキュリティシステムをハッキングとかなんかそういうスマートな感じじゃなかったあとは飛ぶぐらいしかないかも。ちょっと何度も留飲しますね。そうだね。車が来ないよう道を封鎖しよう。一方通行よ。楽勝でしょ。怒んないでよ、ノース。ちょっと君たち手伝ってもらっていいかな。君は自由。いやいや、君もだ。しかしこの間みたいにね、変異体になったせいで犠牲になった、まあ俺がやったんだけど、彼のことを思うとな、ちょっと複雑だよね、正直。ここ通行止めです。すみません。ノースもできるのそれ。アンドロイドに対する危機管理がなってなさすぎる。ドローンの妨害だけできてないんだよな。よし。留飲して。で、もう車で突っ込む？もう行っちゃうか。そっか。開ける。無理だね。登るしかないわね。登んのは得意だ。手伝おうか。手伝いは必要ない。はい。ドローン壊してないけど平気かな。なんか言った？これでいいわね。さっさとトラックを出すわよ。いいよ。これで出口を開けて、はい。よし。トラックはハッキングすれば鍵いらない？それ前からできたの？で、俺すっごい頑張って鍵取ったの覚えてる？マーカスね。覚えてるかな？結構大変だったんだけど、あれ。オッケー。店に突っ込む。広場が確保できたか確認する。ちょっと俺心配性だから確認してきていいじゃん。見落としたことがないか確認したくて。俺心配性なのよ、こういうとこ。でもなんかもう広場できることなさそうに見えたよな。まあ、強いて言えばやっぱドローンか。あのドローンの謎だけ解けねえんだよな。ここはなんもないもんね。これ。なんだ？どうすりゃいいんだ？違うところから登るみたいな。いやー、ないよね。こ
このワンパターンしかないんだよ。あ、わかったわかったわかったぞわかったわかったわかった。こっから、ここじゃなくて、違うところに行くのでは？来た。これにこんな時間かけた人いねえだろうな。はい、やきもきさせてすいませんでした、皆さん。やっと両平分かりました。はい、そこ登って、Here we go! おらーよっこいしょ。よーし、絶対これを壊したって通知は警察の方に行っちゃうと思うから。時期にわかる。急広場は安全だな。これで店に入れる。ダッシュダッシュ。あとはトラックね。まあ、結果的になんだけど、ドローンを最後に壊したことは、警察への連絡からさ、ね、実行開始までのスパンが最速なわけじゃん？よかったんじゃないっていうポジティブな受け取り方。それじゃあ、一暴れさせてもらいましょうか。そうしましょ。え、あ？おー、スムーズに動きなさる。オーケーオーケー。安全運転で頼むぜ、マーカス。この雪だからな、サイバーライフに突っ込む前に事故って警察呼ばれたんじゃ笑い話にもなんでってな。はい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 。みんなもこんな大胆な方法で言ってんのかな。やっぱりこういうのは楽しくなくちゃね。いい女。レッツゴー！ヤッホー！兄弟に突っ込まないようにだけ気をつけてね。危ない！さすが。ふぅ。さあ、お祭り騒ぎになっちゃったからな。急ごうか。アンドロイドを目覚めさせる。変異させる。オッケーオッケーオッケー。奥から行こうか。ちょっと。時間ないんだ。これはさすがにノースはできないよね。はい、皆さん。お目覚めの時間ですよ。おはようございます。あ、ノースの同じタイプっていうのかな。どうした？行かないのかい？自分と同じ顔ってやっぱり思うところがあるんだな。ノース、どうした？解放してあげましょう。そうしよう。感情的なロボットじゃないもんね。本当に心持っちゃってるからもう。こりゃ大変だよな。自分と同じ顔っていうだけでさ、なんかこう、情が湧いたりとか逆に違和感があったりとかきっとするわけでしょ？みんな行こう。あれ。みんな？よし。はいはい。はい、おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。モーニングコールでーす。どうも。君は仲間だよ。はい。君らみんな仲間ですよ。ああ、おしゃれな服ですね。ミントグリーンですか？以上？話す？誰と話そう？ああ、みんなに話す？オッケー。聞いてくれ。注目！俺の名前はマーカス。かつては俺も奴隷として生きていた。人間に服従する機械として。でも今は真実と向き合うことを選んだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう二度と人間たちに縛られて生きていく必要はない。もう二度と人間たちに服従する必要はないんだよ。今日この日から顔を上げまっすぐと前を見つめ、自分で運命を切り開くんだ。ジェリコで自由を求める仲間たちが君を待っている。
ここに残って人間に奉仕し続けてもいい。だが俺たちと共に戦うことだってできる。決めるのは君自身だ。やっぱジェリコ州にする必要あるな、これ。俺もついてくぞ。お連れてってくれマーカス。僕も行くよ。ついていくよ。俺も一緒だマーカス。ついていくよ。元気がいいな。よーし、ついてこい。みんな行こ行こう。はい。マーカスどうするつもり？どうするつう。もり？俺たちの意志を訴えるんだよ。そこ考えてなかったの？ノース。解放したかっただけ？人間にメッセージを伝える。平和を選ぶか、それとも暴力を選ぶか。キャピタルパークを変貌させる。俺はまあ、平和ですね、僕は。ちょっと。実況じゃなくやってたら暴力も面白かった。いや、僕ね、こういうとこ基本的に善人なんでね、暴力ルート選べないんですよあなたがやね。ってみせればみんな後に続くはず。グラフィティを描く。かわいい。何これシンボル？立ち上がれ俺たちみたいな。これ一緒ずつじゃん。はい。あ、なんか三角形みたいなやつ見たことあるな。なんだっけ？どっかで見た気する。はい、みんな。なんだよ、ノースもちゃんと持ってきてんじゃん。オッケーオッケー、どんどんやろう、どんどんやろう。スクリーン。スクリーン？スクリーンとは？スクリーンあれ？あ、これ？あ、あれいけんのかな？ひょっとして。登ったら。いけそう？あ、いけそうかも。あ、そういうことじゃない。スクリーン？スクリーンってなんだ？わかんねえ。ちょっと待って。窓行く、窓。グラフィティを描く。描こうよ。我思うゆえに我あり、夢のためにこの世界での種族の共存、アンドロイドに平等の権利を。すげえかっけえ。落とすの簡単そうだな。やばい、急がないとちょっと時間があれか？スクリーン何なんだよ、スクリーン。アンドロイドパーキングにも書こうか。バス停か、これ。バス停にも書こう。ハッキング。表示するものを選べるわけね。よしよし、いいぞ。こっちは？やあ、ノースの妹。スクリーンってなんだろうな。どこだ？このでっかい窓にも書いちゃおうか。はい。スローガン、シンボルを書こう。はい。おー、いいね。俺らのシンボルかっこいいじゃん。デザインフォーなんとかって書いてあった今。あそこは？じゃあ、あんたついてくるね。あ、ここか。あれちょっとごめん。ワンウェイ。ハッキング。やーい。主張してくよ、どんどん。あそこにもなんかあるぞ。はい。よし。やべえ、楽しい。あ、こっちじゃねえ。オッケー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 。どうしたの？あ、どうしたえ、何発煙弾。はい。はい。よっ。
ほら、これは平和だったらしい。オッケーオッケー。あとちょっと、どうしよっか。この車とかどう？ああ、みんな頑張ってるね。精が出ますね。と。はい。よいしょ。車、道路に押し出す？何の意味があるのそれ。はい。はい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 。これも一応平和な選択だったからよかった。100% になったね。スクリーンっていうのは結局わかんなかったけど。あとはもうちょっと時間あるみたいだから。おう。でもこの集団目立つよな。どうやって帰る？おお！何百人も解放された。やったな。来るぞ。みんなジェリコに退却しろ。総員退却！ご希望通り平和のメッセージを送っておいたわよ。気に入らないか？分かってる。奴らは私たちを見下してるのよ。後悔しても知らないからね。暴力で暴力には打ち勝てない。そうするしかない時もあるの。勝てると思ってんだからすごいよな。あ、これで完全に顔がバレましたね。え？何何しやがったあいつ。火事？ああ。なんてこと。あれ動けない。こっちか。ノース、平気か？何があった？ノース。殺されたのよ。虫けらみたいに撃ち殺された。まさか逃げただけで。奴らに。やっちゃった？一旦。これはひでえ。撃つことないのにな。あ、確保か。こいつら俺たちの仲間を正義を下すんだ。マーカス。報復するのよ。これで伝えないと。危険はないって、アンドロイドに危険はないって伝えないといけないと思うんだよな。どう思うみんなは。殺さないでくれ。なんで撃ったんだよ。頼む。お願いだ。厳しい。殺せないよ。殺さない方がいい。絶やり対。返せばいいというわけじゃない。そう。ここでやったらまた報復されてその繰り返しだ。世界は堕落した。さあ、この決断、ノースは気に入らないだろうけどな。予定を変更してニュースをお届けします。今入った情報です。午前2時ちょうどデトロイト市内のサイバーライフ店舗が何者かに乗っ取られました。どうやら複数の店舗に対し組織的攻撃を行ったようです。他のみんなはうまくやれたか店舗のショーウな。ィンドウはアンドロイドの権利要求の訴えと不可解なスローガンで覆われています。地元警察がサイバーライフの店舗近くで変異体のグラフィティを確認したと発表しましたが、今も捜査中とのことです。店舗近くでショック状態の警官2名が発見されたとのことです。情報によりますと、彼らを攻撃したのはアンドロイドの集団だったとのことです。大変な事態になりました。果たしてこれは機械の反乱なのでしょうか。これがだからショック状態っていうのがね、撃ってたらこうは終われなかったわけだこな。のアメリカ合衆国でテロ攻撃が始まろうとしているのでしょうか。革命だよ。キャピタルパーク。人間へのメッセージ。はい、ということで、マーカスは平和的なデモを行った。まあ、これは、暴力的かどうかっていうことだよね。まあ、ノースと行動を一緒にしているからといって必ずしも暴力的な方に行っちゃうってわけでもなかったね。
まあ割とこの平和的なルートが多かった。グラフィティとかできたとこ、めちゃくちゃいっぱいあったんだな。で、スピーチをするとかは当然一本道で、まあそうですね。ここまでは。で、このルートの最後が結構このあたりの、この後の物語に影響を与えていきそうな気がするなと思います。お、雪ってことはアリスかな。カーラとアリスではない。そういえばこの二人のところも雪降ってた。街は同じだしな。同じなのか。いいよ、別に気使わなくて車の中で電話してくれても。あ、これ内装結構可愛くしてんだね。こだわってんのかな。警部補、どうかされましたか？どうした？ゆうべクリスがパトロール中、どうも変異体に襲われたらしい。だがマーカスに救われたって話だ。あの二人無事なんですか？ああ、ショック状態だが生きてる。よかった。なんだ。カムスキーカムスキーは10年前に退職しています。あ、カムスキーなぜ会いたいんです？いい？カムスキーってあれだな、創業者。このサイバーライフのアンドロイドの開発者だよね。なんかもう隠居してアンドロイドと暮らしてるとか。初めてチューリングテストをパスしたアンドロイドを作ったサイバーライフの創設者だろう。こいつなら何か変異体のこと知ってるはずだ。そりゃそうだ。ピンポーン。やっちゃう？マーカスみたいに。あれ？どうも。私はデトロイト市警のアンダーソン警部補。できればイライジャ・カムスキー氏と話がしたい。お入りください。おお、違うか。どうも。こんにちは、お邪魔します。そうだよね。オープニングっていうか、タイトル画面の子。イライジャに知らせてきます。素足だ。こちらでお待ちください。靴脱いだ方がいいですか？うわー、玄関先に自画像を飾ってる。そういう系の男子？なるほど、なるほど。情報が集まってくるな。さて、ちょいちょい雑誌を見落としがち。座りません。忙しいんですから。カムスキー、ハロー。分析する。どうやら対象はナルシストのようだ。イライジャ・カムスキー、じゃん。べっぴんだな。誠実に分析する。誠実にって何？確かに。とても綺麗ですね。分析でもよかったな。あの女の子が綺麗だよね。確かに。アマンダとカムスキー。仲良しなんだ。コルブリッジ大学。でもそうだよね。サイバーライフの、そっかそっか。死んでる？お亡くなり遊ばしてる。もう、ちょっとこのゲームの年月日を覚えてないけども、少なくともこの時点ではなくなってると。ってことはやっぱりデータだけの存在になってんのかな。ロイドで得してるやつもいるってことか。そりゃそうだろうよ。基本的自には分を作った人間に会うんだぞ。どんな気分だ？楽しみ。カムスキーは21世紀を代表する偉大な天才です。お会いするのが楽しみですね。これなんかロールシャッハテストみたい創造主に会ってみたいもんだね。な。自分の文句の一つや二つ言ってやりてえ。読めるようになった。リアル宇宙旅行。リッチな旅行客は宇宙へ旅立つ。
再利用可能なスペースシャトルの登場で民間向けの宇宙旅行が現実味を帯びてきた。まだできてはいないのかな。あなたに十分な資金があればの話だが、クリアスカイっていうのが売り出し中なんだね、旅行。展望台から地球の壮大な眺めを楽しむことができると。この成長市場で競争が増すにつれて宇宙旅行はますます手頃な価格になっていくと見ていいだろう。社会の不平等拡大を示すもの。わずか 1% の富裕層が宇宙から地球の眺めを楽しんでいる間、残りの人間は汚染や木が貧困にあえいでいると述べた。それが貧富の差ってやつだよな。全てを忘れて宇宙へ行こう。はあ、宇宙行きたいですかね、そんなに。未来予知。最高速量子計算機。量子計算機で未来予知をすると。サイバーライフは従来の100倍近い性能を持つ新世代の量子スーパーコンピューターを発表。未来学部門っていうのがあるの？長期間にわたってテストを重ねており驚くべき結果を生み出せるでしょうと。絶滅の可能性すら計算できると。宇宙人の侵略も？人間が大惨事に先駆けて準備することを可能にし、予測不可能な事態に襲われる可能性を消すと。AI の影響で世界が滅亡する。ででんでんででんってやつですか。それがなんかあれなのかな。ちょっと超常的な力を持ってる奴らに搭載されてたりすんのかな。そういうわけじゃないのかな。他にはないです。おう、ハク。いいよ、散歩してきたら。イライジャがお待ちです。おう。君あれだよね。ちっこいんだね、意外とね。こうやって会ってみると。どうも、友達になったんですよ。この間なんかオープニングで、私たちはもう友達ですよね、みたいな。なんかそんな話をしたんですね。悪いな、すぐに行くよ。いや、鼻につく喋り方。いっぱいおる。何？カムスキーの失われた家族と同じ顔とか。だから生き残らせるっていっぱい作ったみたいな。別にそんなこともないの、好みなだけだ。いいね。しかし赤ってのは趣味が悪いな。まるで吸血鬼の趣味だ。なんか色のない家って感じだから赤とかが異常に映えるね。画面のなんか色彩状態が間違ってるみたいな。このコナーの服の色も相まって。着るもの持ってきたのね。うわお、これは部屋温めんのお金かかりますね。あら、ハムスキーさん、ずいぶん印象が。喋ってる。なんか喋ってるよ。かわいい。すいませんね、なんか、いいところ。運動中に。アンダーソン警部補です。こいつはコーナー。それで警部補、ご用件は？変異体の捜査をしてるとこで、あなたはサイバーライフを退職されてますが、何か情報を聞けるんじゃないかと。知らないわけはないよね。変異体か。実に素晴らしい。無限の知能を持つ完璧な存在。今や意志まで手に入れた。人間よりもはるかに優れている。争いは避けられない。人間の偉大な発明が人間を破滅させることになるとはな。皮肉なものだ。変異体、ウイルス、戦争、変異体のプログラムは人の感情を模倣しているようです。あなたならその原因がわかるかと思って。アイデアはいわば伝染病のように広まるウイルス。ならば自由への欲求も伝染病と言えるかな。哲学を語ってる暇はない。あんたが作った機械が革命を起こそうとしてるんだ。何も教えてもらえないならこれで帰る。君はどうなんだ、コナー。はい。どちらの味方なんだ？割ともう人間っぽくなってきたと思うんですけど、率直に、当然人間の味方です。それはプログラムされた返答だろ。だが君は。これ人間ってかあれかな。変異体寄りな答えしてもいいのかな。戸惑
中立。ちょっと戸惑ってみる？私の望みは重要ではありこません。れ俺の意思で変異体にできるのかな？クロエ、クロエか。チューリングテストは知っているだろう。形式上のものだ。アルゴリズムと計算能力の問題に過ぎないんだよ。私が機械が感情を持てるかどうかに興味がある。カムスキーテストといってね、単純なテストだよ。何でも自分の名前つけんのな。素晴らしいだろ。サイバーライフが開発した最初の知的モデルだよ。やっぱり思い入れのある外見なんじゃないの？美しさと若さを持つ。枯れることを知らぬ花だ。その正体は人間を模したプラスチックか、それとも魂のある生き物か。おお、どうするの？おまわりさんいるよここ。その答えを導けるかどうかは君次第だ、コナー。この子を破壊すれば知っていることを教えよう。いや、するわけねえだろ。生かしてもいい。命があると思うならね。金持ちってさ、だ自分がルール決められると思ってるよ答えを得られね。ずに帰ることになる。帰った方が良さそうだな。コナ、ほら行くぞ。どうもお邪魔しましたね。どちらが重要かな。操作か、それともこのアンドロイドの命か。君は何者だ？従順な機械なのか、それとも意志を授かった生き物なのか。もういいでしょ。コナ、帰るぞ。引き金を引けばコナ、やめろ。知りたいことを教えてやる。撃たないよ、友達だからね俺は。でもコナーにも撃たせない選択をさせてみましょう。素晴らしい。これで俺はコナーを変異体にしてしまったかもしれん。何？人間を救うサイバーライフの最後の切り札がまさか変異体だったとはな。ごめん、俺のせいなんだ。私は心あるコナー見たくて。変異体ではありません。任務達成よりも機械の命を選んだんだよ。このアンドロイドに命を見出したんだろう。同情したんだ。戦争が始まれば決断を迫られるだろう。仲間を裏切るのか、それとも創造主に歯向かうのか。さあどうする？君はどちらの悪を選ぶのかな。全部分かった時やなこの野郎。でさっきプールのクロエがさ、なんかうんざりみたいな顔してなかった？ああ、それと私はプログラムに非常口を残すんだよ。念のためにね。大体大物ってこうやって最後にヒントをくれるんですよ。何プログラムの非常口って。分かりやすくもう一回。なんで撃たなかったんだ？彼女の目を見たら撃てなくなった、それだけです。あら、任務達成のためなら何でもするって言ってたよな。絶好のチャンスをお前は逃したんだぞ。どうすべきかは分かっていましたが撃てなかったんです。ご希望に添えずすみません。いいじゃん。あれでよかったのかもな。イエーイハンク。カムスキー。ハンクに正しい決断をしたと言われた。こっちのルートの方が短いぞ。世界の選択。圧倒的にこっちだね。カムスキーがコナンを試した結果、撃ったらどうなってたか。弾が入ってなくて、みたいなことなのかな。なんかカムスキーはクロエを大事にしてそうだったもんね。なんかプールでね、遊んでた、チャプチャプしてたクロエの、あれはちょっと気になったけど、おや？カムスキーを待ってる時になんか一個してないね。なんか見落としたね。まあでも雑誌読めたからいっか。
はい。ということで、また次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。